こんにちは。さて、前回の動画で英語を学ぶ目的を意識するのとそうでないのでは大きな差が出ると言いました。学習者にとっては動機づけ、モチベーションですね、が最も重要な要素の一つだからです。で、なんで重要かっていうと、第二言語を習得するのにはある程度の時間を要するからです。日本では本当に英語を学んでる人たくさんいますけど、学校での義務教育なんかを合わせると、国民の多くが6年近くは英語を勉強しています。で最近は小学校からも英語が始まっていますし、文科省も力を入れてるみたいです。ただですね、昨今グローバル化だとかいろいろと言われてはいますけど、はっきり言います。日本で生活している限り、英語ができなくても大半の人は何の問題もありません。英語が本当に必要な人っていうのは、今のところまだ結構限られています。逆に特に英語が必要じゃないけど、楽しいからとか、趣味の一環でやってるっていう人の方がですね、動機付けもしっかりしている分、上達も早かったりします。なので、もう英語なんて将来使わないし、いいやっていう、僕と同じような考え方の皆さん、特に学生の皆さん、英語はもう単純に内申点のためと割り切って、英語の代わりにですね、お金の勉強したらいいんじゃないかなって思います。お金ってある意味人生で一番大切なものですけど、しかも一生付きまとってきますし、なのに学校で教えてくれません。英語を6年間必死に勉強しても将来全く使わない人ってほんとたくさんいますけど、お金の勉強して損をすることはないと思います。だから英語ができなくて心配のそこの君というか Facebook で僕にメッセージを送ってくれた Y 君、英語なんていいから将来しっかりお金を稼いで税金を払って社会に貢献すればもうそれで一人前です。どうせなら社長にでもなって、英語が必要になったら英語に堪能な人でも雇えばいいんですよ。適材適所で行きましょう。英語なんてできなくても他を伸ばせばいいんです。頑張ってください。さて、英語に少しでも興味がある方はこのまま見てもらえればなと思います。それでですね、英語を学ぶ目的が決まったので、次に僕は環境を整えました。目的は人それぞれだと思うんですけど、意識することは同じです。とにかく英語に対する苦手意識を助長しないことです。僕ら日本人っていうのはやっぱどこかしら英語に対して苦手意識があります。つい先日書店に行った時にですね、英語関連コーナーのところ覗いてみたんですけど、こんな本が平積みされていました。英語貴族と英語難民。英語の壁を突き破る。英語難民のための最後の砦。ちょっと挑戦的ですけど、言えて妙だなと思いました。英語に対する苦手意識をうまく表してるなと思います。ちなみにですね、日本の書店にはもう英語学習関連だけの棚っていうのが結構ありまして、で、冊数も本当に多いので、いちいち本を選ぶだけでも一苦労なんです。なので僕はもう英語関連の棚に行くだけでですね、ちょっと気分が悪くなったので、そのまま漫画コーナーに行って、で、デスノートの新刊化っていうかかってましたね。多分僕と似たような経験をお持ちの方も多いんじゃないかなと思います。でも、もう日本人の僕らが英語に苦手意識を持つのはもうしょうがないと。もう開き直りましょう。しょうがないは日本の遺産です。受け入れて前に進みましょう。日は必ず昇ります。さて、苦手意識を助長しないために僕がしていたのはですね、タイトル通りなんですけど、勉強しないことです。勉強っていうのは本来、勤めることを強いると書くようにですね、気が進まないことを仕方なくするということです。明治以降からは学習と同じような意味で使われ始めたんですけど、僕らがこの感情を見て嫌な気分になるのはこのせいです。気が進まないことを仕方なくするわけですからね。僕らは一生懸命学校で英語を勉強するわけです。なので、僕は英語の勉強を自分に強いることをやめました。というか、青点ホルダーの僕にはですね、長時間机に向かって英語の勉強っていうのは、まず無理でした。とにかく、嫌になってきたら、すぐに休憩を挟んで、参考書なんかも、例外なんか全部無視して、とにかく基本を忠実にやってですね、とにかくもう嫌になったらすぐに気分転換をして、徹底的に自分を甘やかして、続けました。先ほども言いましたけど、第二言語の習得には、やっぱりある程度の時間を要します。なので、嫌々やってると、途中でやっぱり折れてしまう人が多いです。なので、頑張るのはいいんですけど、嫌になるまで頑張りすぎてしまうのは、やっぱりちょっと元も子もないと思います。なので、マイペースで行くのがいいんじゃないかなと思います。環境を整える上で僕がもう一つしたのは、オンラインでパートナーを探すことです。先ほどの勉強しないっていうのがやる気の減少を防ぐものだとしたら、こっちはやる気を上昇させるためのものです。最近は本当に簡単にパートナーが見つけられます。昔は本当大変だったんですけど、で、おすすめなのは、レイチェルも以前、外国人向けに紹介したんですけど、iTalki っていうサイトがですね、腹立つくらい便利です。
オンラインレッスンを主にした外国語学習サイトなんですけど、語学パートナー探しや作文添削なんかが無料でできます。他にもいろんな機能があるんですけど、特にこの語学パートナー探しの機能が重宝します。で、なぜかというと、日本語を勉強中の英語のネイティブスピーカーを探せるからです。で、パートナーを作る利点は、一方的にこちらから教えてもらうっていう立場じゃなくて、お互いに教え合うっていう形になります。メッセージやチャット、スカイプなんかで、お互いに言語なり教え合うことができるので、それがとてもいいモチベーションにつながります。僕が初めてパートナーを見つけたのは、高校3年生の時だったんですけど、やっぱ学校の授業とは違ってですね、不思議な面白さがありましたね。不思議なっていうのは、学校の授業が全部受け身なインプットに対して、パートナーとのコミュニケーションは能動的なアウトプットだったんですね。やっぱどれだけ知識を詰め込んでも、使わないとやっぱ身につかないんです。なので、アウトプットを行う環境っていうのを整えるのがやっぱ鍵になってくると思います。で特に目的にスピーキングなんかが含まれる人は、一度でもいいので、国籍の違う人と英語で実際にコミュニケーションしてみるっていう経験をしてみると、本当に世界が広がって面白いと思います。あと、メインのオンラインレッスンなんですけど、こちらはプロ講師とインフォーマル講師から選択できます。プロ講師はプロなので、仕事で教えていたり、資格免許保有者しかなれないんですけど、日本のスクールと比べると料金がかなり抑えられています。日本だと相場が1レッスンあたりだいたい5000円から8000円くらいだと思うんですけど、ハイトーキーだとだいたい1500円から3000円くらいです。あと、どの講師も最初は30分半額レッスンっていうのが受けられるみたいなので、味見にもいいですし、実際にスクールに行くのをためらっている人には、ちょっとハイトーキーで試してみるのもいいんじゃないかなと思います。あと、レイチェの時と同じで、1レッスン購入すると、2レッスン目が無料で受けられる特典をしているので、興味がある方は説明欄にリンクを貼っておきましたので、そちらからチェックしてみてください。プライベートにやっぱ語学パートナーとかネイティブの先生がいると、あと発音の向上にもすごく役立ちます。で発音っていうのは日本では割と軽視されてるんですけど、実は英語を学ぶ上では最も重要な要素の一つです。その理由を簡単に言うと、3つすごく大事な要素があると思うんですけど、1つは語彙、言葉を知らないと話せませんから。で次が文法。文法がめちゃめちゃだと文章を作るときに困ります。で、3つ目が発音。で発音はなんでその大事かっていうと、語彙と文法が正しくて正確な文を作れても、発音がちょっと違うだけで、全然奴らには通じないんですよ。本当に首かしげてきますから。なんで、発音はすごく大事です。あと、外国の視聴者も多いので、ちょっと触れておこうかなと思うんですけど、僕ら日本人にとっては、英語を正しく発音するっていうのは、本当に大変なわけです。で、逆に外国人にとっては、日本語の発音は、それほど難しいことではありません。なので、外国の方が本当に簡単な挨拶とか簡単な自己紹介をするだけで僕らは日本語うまいなとか思っちゃう。もちろん僕ら日本人でも学校で習った英語で十分に簡単な挨拶とか本当に簡単な自己紹介くらいは英語でもできます。でもその発音が正しく相手に通じるかどうかって言われると正直自信がないです。なのでたまに外国人の友達からどうして僕が簡単な日本語で挨拶するだけで周りの日本人は僕の日本語を褒めちぎるのっていう質問をもらうんですけど、つまりそういうことです。日本人の僕らにとっては英語、外国語イコール発音が難しいっていうイメージがあるのでもうコンプレックスなんですよ。なので僕らが日本語を綺麗な発音で話せる外国人を見ると、もう自動的に、すごい発音綺麗だ。すごい日本語流暢だなって思っちゃうわけです。発音やスピーキングなんかに関しては、また別の機会に触れられればなと思いますので、よければご覧ください。ちなみに僕の最初のパートナーはアメリカ人だったんですけど、初めて話した時にすごく盛り上がりまして。で、何だったかっていうと、僕が子供の頃に見ていた、ドラゴンボールとか、遊戯王とか、セーラームーンとか、ポケモンとか、辺の世代なんですけど、辺の番組を彼もほとんど同じ時期にアメリカで見ていたそうなんです。で、アメリカでその番組が同じ時期にやってること自体知らなかったんですけど、日本のソフトパワーすげえなって思いましたね。だから悟空も、カメハメハも、月のウサギも、月に変わってお仕置きよも、海馬も、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンもみんな知ってましたね。あと面白かったのが、ポケモンの主人公のサトシっていうじゃないですか。アメリカではサトシじゃなくてアッシュっていうそうなんです。名前も違うんだとか、いろいろと本当に面白い発見があって、英語の話よりほとんどアニメの話ばっかりしてたんですけど、でも面白い発見があって楽しかったですね。さて、
前回と今回では、主に僕が英語を学ぶ際にですね、準備してきたことについて触れてきました。目的をしっかりとさせて、あとは楽して楽しくです。英語は学んで使いますけど、いやいや勉強しないっていうスタンスでいけば長続きするんじゃないかなと思います。で、次回以降はもう少し実践的な話にもなってくると思いますし、コメントもちょっと全部に返信できるかどうかちょっとわからないんですけど、目を通していますので、いつでも気軽にコメントをしてください。どうもご視聴ありがとうございました。You'll see people dressed up like Lolita or Visual Kei style or Gyaru style, but I feel like it's more confined